はい。でも先生なんかは作ってるその我々がね毎回話題にしてるんですけど、着信音でね、着歌でおっぱいが大きくなるとか、頭が良くなるとか、いろんなことができるっていうので、もちろんさ、秘密の巨乳着歌の使い方教えてあげようか。あれね、実はホルモンを刺激するようになってるのね。まあ着歌、まあディスカバリーチャンネルで流れてると、あれではほんの一部しか言ってないけど、全世界に放映されていいように、赤ちゃんの泣き声を聞くと女の子は胸が張りますよっていう、それは表でそれがいっぱい入れてるわけ。その一つがホルモンに働きかけるようになってるわけ。で逆に言うとそれ快感を刺激するのね。だから着歌だったら大丈夫だけど、あれを録音して、どうやって録音するか知らんけど MP3 抜いて、それでヘッドホンでやるか大音量でスタジオでガンガンにかけたらいっちゃうよ。マジでマジで。本当ですか。この話どう思います？我々はいつもね、この話さえしなきゃいいのにっていつも思ってるんですよ。この人に関して、そういう人の受け取り方もあるけれども、友達さんってやっぱり作詞ですから、世間みたいな人だから、そういうふうに言ってっていうふうに思わせる段階ですでにフックにかかっちゃってるわけ。分かる。僕ら完全にフックかかってますもん。こうね、釣り針がね彼から出てるからさ、まあそういうふうにそれって科学的なのとかっていう問題じゃなくて、科学的なのって言ってくれると嬉しいわけよ。まさにその通り。来たでも宮台さんも同じような感じでしょ。釣り針をこういっぱい釣って。だから相手が反応するわけでしょ、基本的に。どうとあれ通り過ぎられちゃう。それはいっぱいフックがあって、そのフックにね僕なんか引っかかってますよね。でもね、それ重要なの。そういうのスコトマ外しって言うんだけど、我々は記憶の世界に生きてるわけ。わかる？昨日の記憶が今日を作るわけね。自分にとって重要なことしか我々は認識できないでしょ。重要なことは昨日までの記憶が決めてるわけでしょ。特に浄土記憶。ってことは今日の世界は昨日で出来上がってるわけね。で明日は今日でできてるわけでしょ。みんなもう過去の記憶の世界でしか皆さん生きてないから、その外側の世界を見せてあげないと。わかる？大乗ね。皆さんを悟りに連れてってあげなきゃいけないでしょ。そのためにこうフックで一回引っ張ってグイ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 って引っ張ってあげてるってこと。あえて作ってるものがあるってことですよね。で最終的にはこっちへ来ればいいってことですよね。だから自分の判断で好きな方向行って、とりあえずでも外に出てよってことね。だからね、友達さんってさ、アウェアネストレーニングになりたいあらゆる手法を仕込んでるわけよ。で僕もその一部をね仕込まれてるわけで、そうすると友達さんが書いてもよくわかるわけ。どっから取ってるなとかって結構僕なりにはわかるわけよね。で例えばトランザクショナルアナリシスっていうのがあるけどね、交流分析っていうのかな、セルフストーリーっていう概念があって、友達さんがおっしゃったように各自にさ経験によって培われたセルフストーリーの中で自分解釈してるし体験も解釈してるわけ。でも2つポイントがあってね、セルフストーリーの中からしかものを見ない人にとって意味のあるフックを投げかけるっていうことがあるわけね。そうすると頭のいいやつから見たら何言ってんのバカこいつみたいに見えることがある種のセルフストーリーの中にいる人にとってはフックになるわけです。その巨乳云々かんでもね。でもう一つの側面は一回フックとして機能させたらそのセルフストーリーの外側に釣り出せばいいわけね。私は自分が持ってた私と違うんだ、社会は自分が持ってた世界や社会じゃないんだって思えば、もうそこから先はそれこそ変性意識状態ですよ。そうだから引っかかった人に対してありがたいこと言ってくれたおかげで目から汚れた落ちた。そうじゃない人には何アホ言ってんの、みんなにアホ言ってんの、何アホ言ってんのって言われていいわけ。一部の引っかかった人に対しては極めて役に立ってるはずなんだ。さ、疑似科学批判、会議主義的会議論的な立場からそれこそほらこの番組で一番町山が言ったように江原さん批判とかって言うでしょ。でも彼らはそれは意味がないことではないけれど、私もやってるけれども、それはね江原さんのファンには届かないわけよ。でこの人はね、友達さんはねどんどん侵略していってる、実は。こういういかがわしい本元江原ファンだけど今は先生の本全部買ってますって人もいるよね。それはすごいと思う。全部じゃなく2冊ずつ全部買ってとそういう人が言ってる。それはね宮台真司がかつて保守論壇というか保守論壇のファン層っていうじゃないですか、それの侵略していったやり方と同じだと思うんだよね。だからそのままで保守批判やっても全然ダメなんですよ。この人はいっぱいフックを向こう側に投げて、だからそれはね右には右を左には左をって言うんだよ。右に左にぶつけてもダメね、こいつ左に行ってるからダメ。左に左をぶつけても右をぶつけてもねこいつどうせ右翼だからダメ。そうじゃなくて右に対してはね
お前は全然ヘタレ右翼やなって、本当の右翼はそんなもんやないでっていうの。左に対してはね、お前全然マルクス分かってないじゃん、本当の左翼ってのはこういうのを左翼っつうんだよっていうふうに言うわけね。だからバカにはバカをですよね。バカにお前はバカじゃないじゃなくて、バカにはバカのレベルに合わせたコミュニケーションってのは必要なわけね。違うのにしましょうかね。こういうのはどうですか。生まれ変わったら誰と結婚したいですか。まあ皆さん3人とも最大者ですよね。宮台さん今の奥さんですね。そうだよね。それはさ、そう答えざるを得ないじゃん。俺もそうだよ。じゃあ苫別さんは今の奥さんつまんねえ凡人だな本当に。凡人ですね。本当かよ。これいきましょうか。もう時間もないですからね。人生の最終目標は何ですか。僕はだからよく言うんだけど口癖ね、終わりよければ全てよし。はいはいはいね、ただ目標って目的って言えば、ね、エンドで目標、終局同じ意味ではね。そうそうそう。だからそういう意味で言うとちょっとヘーゲル的発想になるけれどもね、僕たち終わりが分からないよね、どこで終わるのかがね。なので最終目標っていうのを変な形で立てちゃうと、結局自分の人生は不全感に満ち満ちたもので終わりますよね、基本的には。だからそこから先はどうもやっぱマンダラ的発想した方がいいと思うよ。自分たちのやってる、自分のやってることは最終目標に向けたものではあるけれども、それは最終目標と全て同じ形をしてるわけ、手段がね。なのでどこで死んでも、最終目標を実現している。私も全く同じ。今辛いけど先にこう楽をするとか、先の目標のために今をこう犠牲にするっていうの嫌いなのよ。だからいつもこう逆に言うと今できること全部やってるから、今死んでも別に悔いはないというふうに生きている。これはね単にね人生訓の問題じゃなくてすごい深い問題なのね。でもともとほら大乗教とおっしゃってる大乗教って救済のための宗教で、例えば法華経のね方便本っていうのがあるけれども、目的のために手段を選ばずっていうところが内蔵されてるわけ。危ないじゃん。なのでその後期密教っていうね紀元5世紀ぐらいに広がっていく、金剛教につながっていく流れの中でこの富さん詳しいと思うけれども、そこでマンダラっていう発想が出てくるんですよ。つまり目的のために手段を選ばずで構わないんだけど、手段の中に必ず目的が内蔵されている、あるいは手段が目的と同じ形をしていなければダメだっていうことを言うようになるわけね。でもこれは人生訓にもまた使えるわけ、基本的にはね。宮台さんがね、終わりなき日常って言葉はルフしましたけど、その中でやっぱ若い人も含めてやっぱ迷うわけですよね。お三人さんとも共通してるのは仏教観っていうのすごくありますよね。だから今ので話で言うと、今の目的は手段の中に内蔵している、手段が目的の中に内蔵しているっていうのは、実はその大乗で変質した部分があって、法華経の与えて変質した部分があって、苫別さんもよくご存知のナーガールジュナ遊女はその一般にはさ涅槃を得ることが仏教の目的だと。この煩悩の世界を駆け出して、でもナーガールジュナは中論で明確に言ってるわけよ。煩悩と涅槃というのは何の違いもない、全く同一である。だからマンダラの段階それが戻ってくるだけなんだよね。俺はそれを現代的に解釈すると、終わりなき日常っていう言葉で言うであれば、終わりなき日常から覚醒をさせることなのよ。だから日常を住んでるんだけど、日常を違う目で見てるわけだ。さっきの目で見ると自分の過去で作り上げられた、記憶で作り上げられたその眼鏡で見てるわけでしょ。その眼鏡を外しなさいと見てるのは日常なの。